こんにちは。お元気ですか？今日は2月の25日の水曜日ですね。最近急に暖かくなったなと思ったら、またちょっと寒くなったりとかしてね。こうやって急激に暑くなって、またちょっと寒さ戻ってみたいのをね、こう繰り返しながらだんだん春になっていくんだななんて思ってたんですけども、ちょっと花粉来てないですか？もうね、結構私、この1週間くらいかな、結構花粉感じてますね。なんなら冬の寒さがまだ残る頃ね、ちょっとだけまだ寒いのに少し花粉っぽい感じがするなくらいに思ってたんですけど、やっぱりね、暖かくなると急激に、間違いなくこれ花粉来たわっていうのをね、感じてます。まだね、マスクとかをするほどではないんですけれども、なんとなく日中ね、くしゃみが連発しちゃったりとか、気候が良くなってきたんでね、ちょっと窓を開けてね、空気を入れ替えたりとかしてるんですけれども、そうするとちょっとくしゃみが出ちゃったりとか、あと最近とかだとね、朝起きた時にちょっとだけ顔が腫れてるというかね、特に目の周りとかね、ちょっと腫れますよね、花粉の時って。そうそう、だからね、それを感じて、花粉だなーなんて思ったりとかしてました。ほんとね、春ってすごく過ごしやすくてあったかいし、すごくいい気候のはずだったんですけどね。なんかね、もう最近ではもう春イコール花粉の季節っていうのがね、定着しちゃったかなっていうような気がします。私が小学生ぐらいからかな、花粉症って言われ始めたの。もう私もね、小学生の時一回、1年間だけちょっと花粉症っぽい症状が出て、それから、次の年から出なくなって、また大人になって花粉症が出てっていう感じだったんですけども、ただ私が子供の頃はね、そんなに花粉症が今ほどね、一般的っていうかね、みんながみんな花粉だっていうほどでもなくて、ちょっと花粉症の人がいますね、みたいなね。そういう感じだったと思います。何なんですかね。やっぱり戦後に、杉をいっぱい植えて、その影響とかで、杉花粉がめっちゃ飛び出したのがあの頃からだったっていう感じなんですかね。ちょっとわかんないんですけど。す、すいません。ちょっと適当なこと言いました。わかんないけど、そうなのかなっていうふうに思ったっていうだけなんですけど。とにかくね、花粉来てるなーなんて思ってます。毎年ね、私はマスクをすることでどうにか乗り切るっていう感じですね。薬とかも飲んでないです。薬局とかで売ってる市販薬とかも飲んでなくて、本当にただひたすら花粉を吸う量を減らすために外に出るときはマスクをするとかね、それくらいですね。だからね、今くらいの花粉の状態から悪くならないここをずっとキープしていきたいなと思ってますね。あわよくばもうちょっと花粉症を軽減したいっていうのはありますけどね。マスクをしないで過ごせるくらいにしたいなっていう気持ちはあります。ただね、マスクしなくても過ごせるぐらい体調的にね、花粉症じゃなくなったとしても、結構花粉の時期ってね、空気中に花粉が舞ってたりするのがちょっと軽く見えたりとか、あとはよく車のガラスのところにべったり花粉が張り付いてたりとかするのが目視できるじゃないですか。あれを見ちゃうと、なんかたとえ花粉症じゃなくても空気する時に花粉がいっぱい舞ってるっていうのが分かると、ちょっとマスクしたいような気分になるかもしれないですね。どうなんですかね、これから花粉のコントロールって、なんて言うんだろう、この杉とかね、この花粉が飛ぶこういう植物とか、そういうのの、この人間が人工的に植えすぎちゃったとかね、そういうの、その根本的なその花粉の元になるバランスの自然形態を変えるっていう方向には動いてないんですかね。どうなんですかね。人は永遠と花粉症と戦いながらというか、悩みながらずっ
とこう過ごしていくのが普通になっちゃってるんですかね。よく北海道と沖縄か。北海道と沖縄は花粉症がないなんて言いますよね。ないっていうか、スギ花粉とかブタクサとかの花粉が少ないっていうことなんですかね。どうなんだろうな。それを考えてみると、圧倒的に本州のその部分がその花粉の元になっている植物が多いっていうことになるので、その自然形態のバランスをどうにか取ったらどうなのかなっていう風な気はしますね。スギ花粉とかヒノキ花粉とかブタクサ、この辺なんですかね。うん。って感じですね。あとは個人個人でね、その全体的な自分の健康の底上げですよね。とかをしていくのがいいかなっていうふうに思いますね。それによって結局は花粉症が良くなったりっていうのもあると思うので、私もね、こう何年前だろう、あれは。この引っ越してくる前のサラリーマンしてた時期には一回ちょっと花粉症がなんかやっぱりちょっとあれなんで、頑張れば我慢できるけどちょっと一回お医者さん行ってみようかなと思ってお医者さんに行って飲み薬とかもらったりとかしてみたことはありますね。でも別に毎年行くような感じじゃなくて、ちょっと一回行ってみようかなみたいな感じで行ったんですけれども、結局ね、なんだろう、やっぱりこう薬を飲んだら飲んだでいろいろこうだるいとかね、喉が渇くとかいろいろあるじゃないですか。ただどっちにしろ薬飲んでなくても花粉症の時ってちょっとなんかこうだるいとかね、眠くなるとかいうのはね、あるので、やっぱり元々のそもそもの自分の健康の底上げっていうのが一番こうなんか自分も楽だし、体も気分もねいいし、時間もかからないし、もちろんお金もかからないしっていう意味ではいいかなと思いますね。で、私結局その頃からね、花粉症はだいぶ良くなったと思うんですよ。全体的にね、サラリーマン辞めてのんびりした暮らしをしてるっていうのもあるんですけれども、今はねちょっと自宅で仕事してるからのんびりっていうか、自分で時間とかね、体調が悪い時は休めるとかそういうのはあるんですけれども、一番のあれはやっぱ少し食べ物を制限ってほどじゃないんですけど、小麦粉を減らしたとかね、小麦粉と牛乳を減らした、乳製品を減らした、これが結構効いたかなっていうふうに思ってますね。別にね、自分の体の中を顕微鏡で覗けるわけじゃないんで、何がどう作用してどう改善したかっていうのははっきり証拠があるわけじゃないんですけれども、なんか自分でもね、いろいろなんか食べてみて体調がこうだなとか、これやめてみてこうだなとかね、そういうのって実験的にやっぱやったりとかするんですよね。その結果、もちろん体一人一人個体差っていうのはあると思うんですけれども、私の場合は小麦粉とかね、乳製品を減らすことによって、私の考えというかね、予想だとおそらく腸内環境とかね、そういうのも良くなって、もしかしたらその前ね、その引っ越してくる前サラリーマンしてた頃っていうのは少し腸内でのリーキーガットが起こってたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。リーキーガットっていうのはいわゆる腸漏れですね。腸の中の腸壁にもうすごい細かいこう穴が開いてしまって、リーキー漏れるガットは腸じゃないですか。だからこう腸漏れ、そのまんまかそういう風にこう漏れちゃうことによって、それが体とか血液中に出して、それをが結局こう免疫不全みたいな感じで攻撃しちゃってとか、そういうのも花粉症の要因の一つっていうのにはなってたんですよね。どっちにしろリーキーガットが起こってる時って、体調自体、腸の調子もねベストな状態ではないわけですから、腸の健康を良くするっていうことはすごく大事なわけですよね。大事な消化器官の一つ、栄養吸収する器官の一つでもあるし、何より腸内細菌とかをねと共存している
メインの場所でもあるので、腸内細菌がねいろいろなものを体に必要なものをこう作り出してくれてるとかね、そういうのもあるので、結構腸って要だと思うんですよね。だから私がなんでその頃リーキーガットかって思ってたのかだと、なんとなくその頃結構ね、腸がお腹下腹部の部分が少しこう膨満感というかね、腸が張ってるなーっていうような感覚があって、お腹っていうよりもなんか、腸、わかんないですけど、体感覚的にこれ腸が張ってる気がするんだよなみたいな。腸にそこまで感覚神経があるのかわかんないですけど、なんとなくこう腸が張ってるなとか、あとはたまにこうガスがこう溜まってるなっていうのを感じたりとかして、なんかこうつまりこう腸のこの動きとかこのコンディションがいまいちこうベストではないみたいな感じはよくあったんですよね。そうそう。だから腸漏れとかも起こってる可能性十分にあるよなとかも、そういえば花粉症とかも最近ひどくなってきたしとか思ってて、それでいろいろ腸漏れの原因になる一つとして小麦粉のグルテンとか牛乳のカゼインとかそういうのの取りすぎとかいうのがね、その腸漏れの要因の一つになるっていうので、それ以外にね、小麦粉を取りすぎたりとか乳製品取りすぎたりするとっていうのもあったので、あと私一人暮らしとかだとね、料理とかも一人分作るの大変だったりとかするので、サラリーマンもしてるしね。そうするとね、タンパク質の摂取をね、どうしても乳製品に頼っちゃうっていう気があったんですよね。やっぱり料理しなくても牛乳とかチーズとかね、そういうのってもうそのまま食べるだけで済むじゃないですか。だからタンパク質がちょっと足りないなとか、ご飯に今回タンパク質何入れようかなっていう時、ちょっと作るのとかがめんどくさい時とかは、やっぱりそういう乳製品、チーズを加えるとかね、口当たり的にも美味しいしね。そうそう、それで済ましちゃってたことがあったんですよね。朝食とかも食パンにチーズ乗っけたチーズトーストとかね。チーズトースト私大好きだったんで、なんかおやつにチーズトースト食うくらいだったらいいけど、朝食とかに結構パンとかね、チーズトーストとかにしちゃうと、どうしても習慣として毎日必ずこうそれだけ食べちゃうことになるので、小麦粉と乳製品の摂取量が多くなっちゃうなっていうのはね、ちょっと思ってて、それでちょっと食生活考えてみると、結構私小麦粉と乳製品普通に取ってるつもりだけど結構多いかもと思っちゃったんですよね。で牛乳のパックとかも牛乳切れたから次のスーパー行った時牛乳買わなきゃみたいにね、牛乳を常備してるのが当たり前になっちゃってたんですよね。これってなんか昭和の世代を生きた人だとあるあるだと思うんですけど、牛乳って必ず冷蔵庫に常備しとくものっていうイメージありましたよね。で牛乳を飲み物としてこう定期的に飲んだりとか、多分こう親とかにもね、牛乳飲みなさいとかね、骨が強くならないわよみたいな感じでちょっと牛乳飲んだりとかするのはあったと思うんですけども、その牛乳の常識っていうのもね、最近では変わってきて、牛乳は嗜好品みたいなね、私は今牛乳は嗜好品って思ってるんですけど、酪農農家の人からするとちょっとなんかディスってるというか営業妨害みたいなことに言っちゃうかもしれないんですけども、ちょっとやっぱり牛乳の取りすぎっていうのは健康上良くないんだなっていうのを私はちょっと前に実感して、牛乳とかね、牛乳というか乳製品ですねを控えることによって花粉症とかの体調が良くなったっていうのはありますね。あとは生理痛とかですね、生理痛とかふくらはぎのこむら返りとかそういうのが乳製品、チーズとかをね、特にプロセスチーズとかあんま良くないと思うんですけど、とかを控えることによってすごくなくなったっていうのはね、良かったなと思いますね。だからもしかしたら私がこの若い頃からすごく生理痛がひどかった要因の何%かには結構40%くらいあったかもしれないですけど、もしかすると乳製品の摂りすぎっていうのは
あったんじゃないかなって思います。やっぱりね、私乳製品大好きだったし、牛乳とかチーズとかめっちゃ食ってたし、それで生理痛ひどくて、まさかその原因の一つになってるのが牛乳とかって全然思わないじゃないですか。で、最近になっていろいろね、こうカルシウムとマグネシウムのこのバランスの割合で乳製品とかを取りすぎちゃうと、マグネシウムがちょっと足りなくなっちゃって、それによってこう、マグネシウムっていうのはね、筋肉を収縮させて緊張させるっていう、反対、カルシウムはそういう収縮させて緊張させて、マグネシウムが逆にこう緩ませるっていう働きがあるので、マグネシウム不足になると、そういうふうに筋肉が収縮するとか、痙攣を起こすとか、そういうのがなりやすいのでっていうのを知って、確かに私乳製品、特にこのマグネシウムとそのバランスを崩しやすい成分の割合で入ってるのがプロセスチーズとかが結構ひどくて、30対1とかの、なのでマグネシウムとカルシウムのね、そうだからマグネシウム不足になっちゃうよっていうね、それによってこの筋肉とかねが収縮して起こる疾患というかね、不具合、体の、だから生理痛とかもね、その子宮の周りの筋肉が必要以上にこう収縮しやすくなったりとか、痙攣して、それでこう生理痛が起こってしまうとか、あと小村帰りとかもね、ふくらはぎとかね、私運動するとき結構すぐふくらはぎが、しかも激しくつっちゃって、それに悩んでた時期があったりとかして、とにかくね、そういうのがね、牛乳控えたことによって、乳製品を控えたっていうかね、全く取らなくなったわけじゃないんだけど、少なくしたことによってすごく良くなったんですよね。それでこの花粉症とかもね良くなったので、だからリーキーガットもね、この小麦粉と乳製品が原因だった可能性もあるだろうなと思って、で腸がねこう張ってるなとか、腸がただれてるなみたいな、その感覚っていうのもそれからなくなったので、体調はその部分ではね良くなったのかなっていうふうに思いますね。こうで、今でもね、ちょっとね、私小麦粉とか大好きなんですよ。パンとか、うどんとか、パスタとかね。ラーメンとかね。ラーメンとパン、特にこの2つ大好きなんですけれども。だから、全くっていうのはできないんですけども、なんて言うんだろう。普段のご飯の主食をパンとかラーメンとして考えるっていうのは今やめて、こう基本的にはご飯なんだけど、パン食べたいな、今日はラーメン食べたいなっていう時のイレギュラーな特別ご飯として食べるみたいな感じですね。それでも結構な頻度食べちゃうんですけども、ただ当たり前のように毎食朝食をパン食べてたとかね、そういうのに比べれば減ってるんじゃないかなって思ってね、食べたいって思った時の嗜好品として食べてるっていうくらいの感じになりました。それでもね、どうしてもこう小麦粉最近ちょっと食べ過ぎちゃったなってなると、やっぱね、その時ってね、花粉症がねまたちょっとひどくなったりするんですよね。で、やっぱり小麦粉なんか関係してるのかなって思うと、ちょっと控えたりとかするとまた花粉症良くなったりとかするので、思い込みプラシーボ効果なんじゃないっていう考えもあるんですけども、ただこう全体的に昔に比べてその食生活のそのポイントを変えたことによって良くなったことには変わりないので、私にとってはそれがねすごくこうなんていうか、体調を維持する上ではいいポイントになってるなっていう感じですね。なんか花粉症の話からちょっとそっちに話がそれちゃったんですけども、そんな感じですね。最近花粉だなっていうふうに思ったっていう話なんですけれども、なんだろうな、何ですかね、最近考えたのは花粉だなっていうことぐらいですかね、ここ数日あと昨日寒かったりとかだるかったりしたんで、なんか仕事とかもね早々に終えて、もう午後はふてくされてっていうかね、なんか外に出る気も起こらず、家の中でこ
なんかこうダラダラしちゃったんですけど、その中でもすんごい甘いもの食べたくなってきて、でも家に何もなくって、外に出ていくのもね、寒くて雨もちょっと降ってたから出たくなくって、それで結局家で砂糖とか食ってたんですけど天才糖ね、砂糖食ったりとかしてそうそう、なんでこんなに砂糖を食べたくなっちゃうのかなと思って。そうそう、私の腸内細菌がこうそういう風になんか砂糖を欲してるやつがいるのかなとかいろいろ考えたりとか、あとはなんかいろいろこうなんかこう何かな、少しこう自律神経の乱れとかね、特に季節の変わり目って自律神経乱れるじゃないですか。もともとここ最近更年期で自律神経が乱れてたところ、季節の変わり目の気圧とか気温の変化で体が対応がちょっとわちゃわちゃして自律神経が乱れるっていうことで、そういう意味ではこうふてくされてもしょうがないよねみたいな砂糖食っちゃってもしょうがないよねみたいな、そんなのはあったりするんですけど、まあ、そんな感じで特に何事もなく普通に過ごしておりましたということでございました。それではまた。